私はですね、弁護士になってから今15年目なんですけれどうも、ん。ちょっと多少変わった経歴というか、当時31とか2ぐらいだったんですけうれど、ん。私は無職で、どうしよ Hi guys, I'm Toshi from Tokyo, Japan. Today I will visit a law office in Aoyama and I will interview a lawyer about her life. Let's go! 今日はどうもありがとうございます。はい。ありがとうございはい、ます。今日は弁護士の小川さんにお話をお聞きしたいと思います。はい。弁護士の小川雅美と申します。はい。ですね、今現在は南青山ジェアンデム総合法律事務所というところで、同期の弁護士3人と事務所をやっています。弁護士事務所さんの業務範囲って広いと思うんですけれども、はい。何か得意とするジャンルとかってございますか？はい。そうですね。私の事務所の方は3人の弁護士それぞれ得意分野が異なってるんですけれども、うん。うん。企業法務、会社関係のですね、それこそ M&A だとかうん。っていうようなことが得意な人もいれば、会社の労務関係、人事労務関係、周りとか、刑事事件が得意な人もいれば、私は、家庭の問題が得意かなとは思います。はい。それと、もう一つ2本立てで、紛争を予防したいっていう思いで、今最近ここ数年は活動してまして、ハラスメントの予防の研修だとか、そういったマニュアルを作るとか、そういった仕事もさせていただいてます。日本の弁護士についてはい。教えていただきたいんですけれどはい。も、日本で弁護士さんというとてもエリートなお仕事ですけれども、なんか私が聞いたところによるとアメリカと比較した場合、弁護士さんの人数がかなり違うということを聞いたんですが、はい。その辺教えていただけそうでますか？すね。はい。やっぱりなんかアメリカは訴訟大国でもありますし、日本の場合だと2700人ぐらいあたりに1人っていうような弁護士の人数比なんですけれど、アメリカの場合はその10分の1ぐらい、250人ぐらいのうち1人が弁護士であるというふうに聞いてます。10倍も違うっていうかなりびっくりする数字だと思いますね。そうですね。もちろん裁判の件数の違いとか国民性の違いとかってこともあるんですけれども、ただ法律家っていうことで言うと、日本には司法書士さんとか行政書士さんとかっていう、資格もあるんですけれども、そういった職業はアメリカの場合は弁護士が担ってるっていうふうにそういう制度になっているので、例えば入国審査の関係の周りの、日本だったら行政書士さんがやるような仕事を弁護士がやってる。あと、専門家がものすごく日本以上に進んでいるので、よく救急車を追いかける弁護士の話とか、交通事故専門にやってるぞっていうような人とかも聞きますけど、はい。はい。今のお話にありましたけど、約3000人に1人しかいない日本では優秀な方がなる仕事の一つだというふうに私は思っておりますけれども、そうですかね。ありがとうございます。そういったなんかとても忙しいお仕事というふうになんとなく外から見てると感じるんですけれはい。ども、はい。忙しいのは忙しいです。頭も使うし、分野にもよりますけれど、それこそ家庭の問題とか、あと人間関係がこじれてるような問題とかだと、本当に神経、心も使うし、そういった意味ではすごく感情労働も、頭脳労働も、あと、時に肉体労働、ずっと長時間働くっていう意味では肉体労働でもあるかなっていう。あとお仕事はあれですか、書類をこう作成したりとか交渉であったりとかいはい、ろいろあるとはい、思うんですけれどはい。も、その辺はどのようなうん、時間の使い方になりますか？書類作成と打ち合わせがやっぱりすごくメインにはなってくるかなと思います。裁判所に行かれることもはい。あるのかと思うんですけれはい、ども、あります。裁判ということについて教えていただああ、けますか？そうですね。えなんかよく皆さんに、もう裁判になるときにクライアントさんに説明するのは、手続きの流れを説明して、で、割とその裁判の最後の方に尋問をやるんですけれども、その尋問はドラマとか映画と一緒だよっていうあれをイメージしていただいたらいいですよってことは言います。お話しいただける範囲で結構なんですけど、はい。何か裁判に関しての何かエピソードみたいなものはあったりしますそうか？もうです私がテレね。ビで見ているようなはい。ものだけなのか何か他に意義ありとかはあんまり言わないなっていうのはありますね。なんですね。のと、あと多分皆えさんもご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれど、民事裁判の場合は、その、尋問に至るまでの主張
とか立証っていうのはほとんど書類なんですね。うん。なので主張も書面を訴状だけじゃなくて、準備書面っていうんですけれど、そこに言いたいことをまとめてですね、こうである、証拠がこうであるとか、法的な解釈はこうであるみたいなことを主張して、お互いに主張し合うみたいな、はい、流れになっているので、もし傍聴っていうのは誰でも基本的には公開の法廷には行けるんですけれども、傍聴されても民事裁判っていうのは面白くないっていう刑事裁判はね、面白いところがあるかもしれないですけれど。はい。要は裁判といいますか、訴訟、あるいは和解にしろ何にしろ、やっぱり勝ち負けみたいな、はい。勝負事みたいなはい。ふうに考えてるんですけれどはい。も、弁護士さんというのはやっぱり勝負事に勝ちたいっていう人がなる仕事なんでしょうか。そうですね。はいその要素は絶対にないと、うん司法試験に合格できないから、多分、負けず嫌い要素は絶対あると思います。だけど一方で、やっぱり、できるだけ丸く収めたいなっていう性格、平和的な解決がしたいっていう性格の人もたくさんいますし、要素要素ですよね。で、あとやっぱり負けられないっていうこともどうしても案件によっては出てくるし、絶対に勝ちに行くっていう案件もあるし、言わなきゃいけないことは言わなきゃいけないっていう場面もたくさんあるので、負けず嫌い要素はすごく必要だと思います。はい。性格がきつい人が多いみたいな。そうですね。ことですか。きつい人も多いって感じですかね。でも、大体みんな穏やかな人もすごく多いですし。普段と言いますか、穏やかだけれども、その、お仕事に関しては勝負に勝つぞっていうような気合を入れて、はい、そうです、そうです。戦うということですね。弁護士に向いている性格みたいなのがあったりしますでしょうか？性格そうだな。一つは負けず嫌いである。でも一方で負けを受け入れる強さがある人の方が向いてると思います。で、いたずらにプライドが高いと、絶対に特に弁護士の場合で刑事事件にやるんだったら99%負けなので、ほぼ有罪判決になりますから、刑事事件は。日本ではほとんどが、もうあれですか、犯罪を犯して逮捕されると、99%。そうですね。最近は東京とかだとね、そうですね。逮捕されないっていうか、釈放される率なんかも上がってきたりはしてるし、起訴されると99%、有罪ですね。刑事事件もそうだし、あと民事でももちろんもうこれは負けるなっていう案件の場合ももちろんあるし、勝ち負けにこだわるだけだと、綺麗な負け方っていうふうに業界内で言ったりするんですけれども、いたずらに裁判を長引かせて、完全に敗訴判決までもらって、さらに高裁まで行くっていうことがふさわしい事案であるかどうかっていうことを、クライアントのためになるのかどうかっていうところを見極める必要があるということですね。そういうことですね。刑事事件専門でやられている方の弁護士の方のモチベーションというんですかね、なかなかキープするというか、気持ちを高めていくというのは、今のお話聞いて難しい気がしたんですが、その辺いかがですか？そうですね。私が研修、そういうすごい弁護士、無罪判決を何件も取ってるような、すごく刑事事件に長けてるような弁護士は、よく弁護士会の研修とかで講師になったりとかして出会ったことがあるんですけど、弁護士しかできないっていうところに面白さを感じてる人も多いかなと思います。弁護士がやっぱり最後の砦だっていうところもあるので、そこにやりがいを感じてらっしゃる弁護士はいっぱいいると思います、きっと。わかりました。ありがとうございます。ご自身をですね、例えば表すとしたら、自分は何々弁護士みたいな言い方を難しいかもしれませんが、何か表現するとしたら、何々弁護士でいらっしゃいますか？これ先日ですね、とある方から、冷水弁護士っていうあだ名をいただいたんですけど、とあるコミュニティのそのリーダーの方が、冷水弁護士っていうふうに、私のことをおっしゃったんですけれど、それは冗談なんですけれど、そうですね。一応自分のモットーとして、できるだけ紛争を平和的には解決したい、っていうモットーがあるので、たまに戦う弁護士っていうふうには名乗ってます。たまに戦う弁護士ですね。わかりました。ありがとうございます。はい。
それではですね、少し過去に遡って、はい。小川さんのお子様の頃は、まあ、勉強は正直得意でした。うん、勉強ができるお子さんでいらっしゃるということですね。はい、そうですね。勉強は正直もう小学校の入った時から得意で、はい。全然、まあ今と違ってのんびりしてたので、教育の面、うん。全体、社会全体が子供に対する教育ってすごくのんびりしてたので、塾にも行くことなく、学校終わったら遊びほうけてたけど、うん。まあ、そこそこできたっうていうん。感じでしたね。まあ、高校に入ってからは、さすがにちょっとなかなか進学校に入ったので、追うん。いついていくためとうか、大ん。学受験の準備のために、塾には通うようになりましうた。はん。い。ご家庭は、教育に熱心なご家庭でしたか？いや、全然、やりたいうん。ことをやれっていう感じでしたね。あ、そうなはい。んですね。はい。何か小さい頃なりたかったご職業というか、将来の夢みたいなのってありまああ、したでしょすごく漫画とかが、うか？うまあ、好ん。きだったので、あと本もものすごく好きだったので、小説家とか漫画家になりたいなっていうふうに思ってました。うん。ちっちゃい頃は。その夢はいつまで続きました？そうですね、ええ。漫画家は、小学校ぐらいまでだったかな。でもうまあ、なん。ので、ちょっと見よう見真似でこう書いてみて、いろいろアイデアは浮かぶけど最後までは書ききれないっていう、一つの話を4ページとか5ページぐらい書いたらなんか飽きたなっていう感じで終わるっていう、そんな感じでした。絵うを描くのん。は好きだったので、でもなんかこう一つの話を展開させていくっていうのが、それを絵で表現するっていうのはあんまり得意じゃなかったですね。まあ、小説家にもなりたかったということですからそうでね。すね。今ねの仕事につながる部分がえ。うん、あるのかもしれませんけそうですね。れどもね。本をたくさん読んでるっていうのうはそこはすん。ごく役立ってるなと思います。うはい。ん。それで高校の時は、まあ、進学校にはい。通われて、それで大学を受験されて、はい。その時は学部はどちらに？法学部と、うん。あとちょっと小説家とかそういった夢が捨てきれなくて、うん。文学部も受けました。あ、そうなんではい。すね。うん。法学部、経済とか、うん。小学部じゃなくて、法学部を選んだ理由うん。は、なんとなくかっこいいと思ってたんですね。やっぱりうなんか、ん。法律っていううん。ルールがあって、それによって、それを根拠にこう、社会に出た時に役に立ちそうだなっていう、もう本当にふわっとしたイメージですけれど、うはい。ん。そんな風に思ってましうん。うん。その時のその高校生の時の将来の職業のイメージというのはあったんですか？た。学部を選択しても、うん。まあだから弁護士に、なれたらいいなぐらいであ、したかでもね。少しはやっぱり弁護士というのが浮かんでたんですね。そうですね。うはい。ん。でもすごく勉強しなきゃいけないっていうのは分かってたので、う司法試ん。験に合格するには。うん。それは嫌だなとも思ってましたね。ありましたね。じゃあ、はい。大学はまあ4年で卒業なされたはい。んじゃないかと思いますけはい。ど、その大学時代というのはどのような大学生でいらっしゃいましたか？とても勉強する学生さんでいじゃあ、らっしゃるんでしょう全然勉強しないで学生です。か？本当にアルバイトとか、うん。まあ旅行とかサークルも前半の時にはやってて、うはい。ん。そんな遊びほうけてる大学生でした。うん。そうそう、大学の単位を取ってはい。卒業ができればいいいいかなっていう、なっていう。そんな感じでした。そうなんですね。はい。大学を卒業された後は、どのような道に進まれたんですか？生命保険会社に入う社しん。て、ここで4、5年ぐらい、うん4年ちょっとぐらいですかね。はい。勤めてました。生命保険会社に勤められていて、それで今、弁護士をされてはい。いる。どのようにつながったんでしょその会社に、う？はい。勤めてた時に、うん。まあ、同じ社内の人と結婚をしまうして、で、ん。まあ、お互い転勤族だったのうで、というん。のと、あともう私本当にちょっと会社ももう辞めたいなっていうのうがあって、ん。辞めて、まあ、彼の転勤についていっうん。て、ただまあ、ちょっと残念ながら離婚するっうていうことになって、ん。離婚した時に私は無職で、ああ、どうしよう。社会復帰するのにどうしようかなっていう、当時31とか2ぐらいだったんですけうれど、ん。どうやって社会復帰しようかなっていう時ええ。に、まあ、私の中で一つは留学するか、まあ、資格を取るかっていう選択が大まかにあって、大学時代の友人がたまたま
ロースクールできたから行こうと思うんだけど、行かないっていうふうに誘ってくれて、あ、そっか、行ってみるか、みたいな、そんな、ああ、すごいきっかはい。けですね。はい。もう本当にね、これ、うん。もう軽い気持ちで、ロースクールに目指したっていう、うはい、理ん。由ですね。ロースクールを目指したということは、その時はもう法律家になろうというこそうですね、そとですよね。の時には、ええ。まあ、そして年齢的にも、裁判官とか検察官って若い、20代ぐらいの人じゃないと、ほぼ採用されないっていうのが実情はあるので、まあ、もう弁護士になろうっていうふうにはうん。思っていましうん。た。はい。ロースクールについて簡単に教えていたはい。だけますか？ロースクールは、法科大学院、日本語でそういうふうに言うんですけれども、本当に、だから、法律を専門に勉強する大学院で、かつ、司法試験を、最終的には司法試験に合格して、放送専門職になるっていう放送3社ですね。弁護士、裁判官、検察官のどれかになるっていうことを、まあ、職業訓練ではないけれど、そこに特化した大学院です。年数は2年行くんですか？2年コースと3年コースがうん。当時は、今も多分そうだと思いますけうん。れども、あって、法律の勉強ある程度習熟してる人は2年。で、まあ全く未就者っていうんですけれど、やったことがないとか、あるいはちょっとあまり自信がないよっていう人は3年うで、ん。私は3年の方に行きました。うん。私が聞いたところによると、そのロースクールを出たからといって、皆さんが法律家になれるわけではない。そうですね。とてもまたハードルが高いと聞いたんですが、その辺は。はい。当時で、卒業した後に、5月に、司法試験を5日間連続で受けるんですけれど、合格率、最初合格率が20から25%ぐらいですかね。だから、まあ全員が受けられ、合格するわけではないってういう。はん。い。今もうちょっと上がってると思います。では、ロースクール出身者じゃない方も、その、司法試司法試験験は、受けられますよね。今はそうですね、基本的に。当時は、出身者じゃない人は、昔の司法試験、まあ本当にそれこそ3%ぐらいしか合格しない、3%ではい、すか。を受ける人うん。たち、グループがいて、だから2つありました、司法試験が。うん。今は、一つにまとまっていて、そこにロースクールに行く前の段階の試験を受けて、他大学院スキップして受けるっていう人もいますね。うん。はい。もう何年もかかって勉強して合格なかなかできないっていうのもうん、そう聞きますけそうそうでれども、すね、ね。小川さんの場合はもう3年勉強されてはい。ということで、かなり勉強なさいました。ロースクールの時は本当に勉強しましたああ、ね。そこをちょっとご苦労というか、どんな勉強されたか、時間とか教えていただけますか？時間はだいたい1日10時間ぐらいはやったと思います。ああ、10時間。で、うん。大学院の授業の予習と復習だけです。もうそれぐらいになっちゃうっていう。ああ、10時間ぐらいにはなっちゃう。ああとは、まあ、夏休みとか、まあ、大学なので結構比較的長期の休みがあるんですけど、あ、はい。そういう時には、まあ、仲間で集まって、うん。自主ゼミでうん。条文を音読したりだとか、判例集をこう、なんだろう、読んでゼミ形式でうん。発表者決めて、それを回していくとか、うん。あるいは論文を書く練習とうか、ん。いろんなことやりましたね。うん。うん。お友達に誘われたということでしたが、お友達はいかがなさったんですか？友人も、まあ、別の大学院ですけれど、合格しうて、そしん。て、同じ時に合格しました。あ、それはめでたい。はい、ありがとうおめでたいですね。ございます。活動とか今、なされてたりしますか？そうですね。なんかこう、趣味として、うん。趣味というか、まあ、若干活動もしてますけれども、はい。古代文字を習っていうん。ます。で、そして古代文字って、まあ、漢字のルーツうん。で、中国の甲骨文字とか金文文字って言われているもの、それこそ3、4千年前の象形文字うん。を、こう、書でアート的に書くという、そんなことをやってます。ああ、もう何年ぐらいなされたんですか？もう10年近いと思います。ああ、そ8年はうですか。やっあてますね。あ、はい。じゃあもうかなりお好きだというか、ハマってるそうで状態ですね。すよね。はい。あとこれからそうですね、小川さんの将来の夢とか何か目標とか計画とか終わりでしょうか？ああ、個人であったり、お仕そうです事であったね。り、いろいろあると思うんですが。すごくこう、まあ、弁護士であるっていうことが、ある意味、特に女性って、まあ、今朝ドラもやってますけれど、女性弁護士はやっぱりまだ弁護士全体の2割程度しかいないうん。し、
それが、まあ、マイナスに個人的に感じる時もあるけれども、やっぱプラスでもあるんですよね。なので、同じもちろん同業者の女性の、あ、こんな働き方もありなんだとか、こういう発信をしてもいいんだとか、自己表現としてこういうことをしてもいいんだとか、なんかそういうみんなの制限、自分で自分にかけちゃっているような制限を解いていくっていうか、勇気が出るような、あ、この人やってるんだったらいいかもねっていう風な、そういう活動をしたいなと思ってます、抽象的には。はい。具体的に言うと、まあ、こういうふうにメディアに登場させていただくこともそうですし、あと、まあ、法律書じゃなくてですね、本を書きたいなっていうふうにも思ってます。子供の頃の小説家のそうです夢のね。実現ですね。小説は、遠いかもしれないですけど、出版何らか、出版は、はい、させていただきたいと思ってます。では、お仕事以外のところでも、こう、自己表現を、こう、活発にされていきたい。そうですね。ということを今思ってらっしゃる。はい。それが、こう、自分のためでももちろんあるんですけれども、こう、そう思った時、自分のためでできることってなんか人間ってやっぱりある程度限界があるなと思っていて、世界のためって言ったらちょっと大げさかもしれないですけれども、世の中のために、自己表現がつながっていくっていうのがベストだなっていう。はい。わかりました。はい。これからますますのご活躍を望んでおります。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you for watching. How is the video? In this channel, I show you real life in Japan. Let me know what you wanna know about Japanese life, jobs, and culture. Leave your comments and don't forget to like the video and subscribe to my channel. See you next time. Bye.